正直に言いますね。Osmo Pocket 3。僕これに手を出したら、一応映像クオリティにこだわってるビデオグラファーとしてはね、負けだと思ってたんですよ。だから前にね、買ってどやってるやつに、スマホでええやんって言ってやったんですよ。この場を借りて言わせてください。あずさん、本当に申し訳ありませんでした。はい、というわけで皆さんこんにちは。今日はね、この Osmo Pocket 3をいろんなシチュエーションで1ヶ月ほど試してみたので、こいつはね、本当に手に入れる価値があるのかっていうことを今日は正直にお伝えしたいなと思います。まずね、この Osmo Pocket 3はその名の通り、ポケットに入れてどこへでも持ち運べるめちゃくちゃ便利なカメラです。僕がね、普段 YouTube を撮影している一番ミニマムな構成でもこれだけの差があって、持ち運びの楽さ、手軽さっていう点ではこの Osmo Pocket 3はもう本当圧倒的です。ポッケからね、こうさっと取り出して液晶をフリップするだけで簡単に撮影を始めることができて、僕が普段使ってるようなカメラをジンバルに乗っけて撮影しようと思ったら、ご覧の通り本当ね、雲泥の差があって、パッと撮りたい時にはね、本当に便利です。ただ Osmo Pocket 3のセンサーサイズは1インチと、ミラーレスカメラに比べれば小さくて、当然ね、画角も固定で絞りも固定なので、撮れる映像のバリエーションっていう意味では様々なレンズを切り替えて使えるミラーレスカメラの方が当然ね、やっぱりアドバンテージはあります。ただ Osmo Pocket 3には、こういったね、マグネット式のフィルターをつけることができるので、ND フィルターや、ワイコンもつけてよりね、広角で撮影できたり、あとはサードパーティーからマクロとかアナモロフィックレンズなんかも出ているので、それらを取り付けて撮影することもできます。で、いつでもね、ポケットに入っててパッと取り出してすぐに撮影できるカメラといえば、そう、スマホがありますよね。ただね、1インチのセンサーを搭載しているカメラっていうのはやっぱりまだあまり多くないのと、何よりね、撮影のしやすさがね、段違いなんですよ。スマートフォン単体だとちょっと角度をつけただけで、画面が見づらくなるし、ローアングルでこう俯瞰撮影なんてね、ほんともうかなり厳しいですからね。さらにインカメラで Vlog を撮ると、画質はかなり落ちちゃうし、何よりスマートフォンで横向きの動画を撮るっていうのはね、本当にこうスマホが持ちにくいんですよ。で、ジンバル付きの Osmo Pocket 3は映像が安定するだけじゃなくて、それこそローアングルで俯瞰を撮影する時なんかも画面は見やすいし、カメラを内側に向ければ高画質のまま自撮りすることもできるし、クリエイターコンボ以上なら延長ハンドルやバッテリーハンドル、あとね、ミニ三脚やワイヤレスマイクもついているので、ほんとね、動画撮影のしやすさっていうのはこれほんと段違いです。で、他にも縦動画を撮影するには、画面を縦にフリップしてやればすぐに縦動画を撮影することができるし、他のね、DJI の、ドローンやジンバルにもあるようにアクティブトラックもあるので、ミニ三脚を使ってどこかに置いても常に自分を追いかけて撮影することができるので、ソロシューターの人にはすごく便利です。こうすればね、10分ぐらいカメラに向かって喋ってても、腕が疲れないのでね、長時間の撮影っていうのも本当に非常に楽です。さらに映像のルックにもこだわりたいという人であれば、画面の右端からこうスワイプして撮影モードをプロに切り替えて、カラーを D-Log-M にすると最大10ビットの色深度で撮影ができます。これはカラーグレーディングにこだわってシネマティックなルックも非常に作りやすいです。で、実際に D-Log-M で僕も撮影して動画をカラグレしてみたんですけど、結構ね、がっつり色を変えても破綻は少ないし、1インチのセンサーの素材としてはダイナミックレンジはね、結構広いなっていう印象でしたね。またね、スローモーションに切り替えれば 4K120fps で撮影ができるので、24fps の動画なら5倍スローのかっこいい映像も撮ることができます。操作も至って簡単で、先ほどお伝えした通り、画面の右端からこうスワイプすれば撮影モードを選べて、上からスワイプすればメニュー、左からスワイプすれば撮影した写真や動画を見ることができて、下から引っ張り上げると解像度やフレームレートを選ぶことができます。
というわけでね、この Osmo Pocket 3を持って海外に行ってみたり、BTS の撮影に使ってみたりしたんですけど、とにかくね、撮影はしやすかったです。Vlog とか SNS にアップするちょっとした動画を撮りたいっていう人には間違いなくね、買う価値があるんじゃないかなと思います。スマートフォンのカメラと悩む人はこれね、Vlog を撮るかどうかなんじゃないですかね。スマートフォンって、自分の思い出用にとりあえず短い動画をちゃっちゃって撮るだけなら、自撮りするっていう人は少ないでしょうし、カメラワークとか、アングルにこだわるっていうことも、そんなないと思うんですよ。で、撮った映像を公開するっていうことが前提なのであれば、やっぱりクオリティを上げたいと思うので、そういった場合には Osmo Pocket 3の方がもうこれは圧倒的にいいと思います。ただ Osmo Pocket 3の画質がいいとはいえ、当然ハイエンドのミラーレスカメラにかなうっていうほどではないので、本気でハイクオリティでシネマティックな作品を撮りたいっていう人は、これはね、素直にミラーレスカメラを買いましょう。ここはね、DJI さんすいません。ただそういった人はね、DJI のローニン 4D とか RS4 をね、買えばいいんじゃないかなと思います。僕はね、この Osmo Pocket 3を使ってみる前は YouTube とか SNS にアップするコンテンツであっても、せっかく高いねお金を出して何十万円もするミラーレスカメラを買ったのに、この小さいカメラで、自分は満足できるんだろうかとか、割り切れるんだろうかっていうところが、最大の懸念だったんですけど、このクオリティならね、全然ありだなと使ってみて思いました。てかぶっちゃけ YouTube の動画とか、画質がいいから再生回数が伸びるってことはないですからね。カバンからね、こうカメラを取り出すのが面倒だからもう撮るのを諦めるとか、取り出してる間に撮影のチャンスを逃すっていったこともないので、サブカメラとして組み合わせて使うとか、こうやって持ってこう撮影するっていうんじゃなくて、Osmo Pocket 3でね、本当にこれだけで気軽に撮影するっていうのも、全然ありだと思います。ただサブカメラって言っても、アクションカメラのような堅牢性や防水性能っていうのはないので、あくまでね Vlog 向けかなっていう感じですね。はい、というわけで、DJI の Osmo Pocket 3、もうねみんなも分かってたでしょ。気になってた人は絶対あれ便利だなって分かってたと思うんですよ。でもね、なんかちょっとこう一歩こう踏み出せないところが、僕と同じようにねいた人もいると思うんですけど、便利ですはい、というわけで、今回のね動画が参考になれば幸いです。概要欄にリンクも貼っておくので、もっとね細かいスペックとかをチェックしたいという人はぜひねそちらの方から確認してみてもらえればなと思います。はい、というわけで、本日の動画は、以上になります。それでは皆さん次の動画でまたお会いしましょう。ピース。車体を見失いました。外から見たらなんか車の中でカメラぶん回してる人がいたから何かどんだけ早く行けるのかなと意外と行けるこれ風の音がすごいけどマイクは拾ってるのかね。風の音テストです。風の音テストだって。確かにこれ見てわかるから、風すごいんだよ20の縄跳びダンスですね。柄悪いおじさん。私が生まれた場所です。おかえり。幼稚園ぐらいまでここに住んでました。というわけでちょっとねここで今必殺秘密兵器を使いたいなと思うんですが、広角よ広くなった？おお、広くなった。なりましたか。これが広角レンズなんで、こうやって2人で撮るときはね、いいんじゃない？ギリギリ入る感じでね、ちゃんと収まりますね。ちゃんと2人とも収まるね。そうですね、ケースをそのままマイクみたいにしてるです。今もうだいぶ日も落ちて暗いんだけど、暗所どうかな。ちょっと歩いてみましょうか。入ります。ちょっと待って、マイクこっちじゃん。間違えたはい、というわけで撮
撮り終わりました。すっかり日も暮れました。今日は何ですか？今日これからご飯食べます。ご飯。そうなんです。今日は結婚記念日なんです。あら、おめでとうございます。はい。今日は頼んじゃいました。何ですか？シャトーブリアン。君絶対好きじゃないでしょ。油が多い。たくさん食べてください。